今回の目的地は岡山県の北東部。このチャンネルではおなじみになりつつある温泉地で、またまた素敵すぎる温泉旅館を発見。昭和レトロな雰囲気にはどこか懐かしさを感じることができて、癒しを求めて選んだお部屋は露天風呂付き客室という贅沢。もちろん朝夕のお料理はとても美味しくて、今思えばずっとお酒を楽しめた宿泊でした。それでは本編をどうぞ。今回ご紹介する旅館は岡山県美作市の湯の郷温泉にあるホテル湯の森美春閣です。湯の郷温泉は中国地方きっての出湯の里、岡山県美作三島の一つです。以前は湯の郷美春閣でしたが、2025年の8月1日からはホテル湯の森美春閣に改名されたそうです。簡単ではありますが、車と電車のアクセスはご覧の通りです。詳しく知りたい場合はホームページのアクセスをご覧ください。コスパが良すぎる湯の郷温泉は今回3度目なので、もしよければ過去の動画も視聴していただけると嬉しいです。そして動画に上げているリゾートイン湯の郷さんのすぐ近くに今回宿泊する美春閣さんがあります。岡山の旬の食材を生かしたお料理に、県北最大の大浴場と露天風呂が楽しめるそうなので、すごくワクワクしています。美春閣さんに到着しました。広い駐車場には80台は止められるそうです。これだけ広いと安心して止められるのがいいですね。美春閣さんは約80室と湯の郷温泉で最も客室数が多いので、大きな外観からは素敵な雰囲気を感じられました。気持ちが高ぶってきたので、早速館内に入ってみましょう。玄関を抜けると天井が高く広々とした2階のロビーラウンジ。大きな窓から光が差し込み、開放感のある心地よい空間です。その窓からは鮮やかな緑が広がる日本庭園。外に出て季節ごとに姿を変える山野草と自然の香りをたくさん肌で感じられて、最高の癒しスポットだと思います。初夏の頃だったので、緑と赤のコントラストが綺麗でした。その庭園を眺めながらウェルカムドリンクを楽しめるラウンジ。テーブルの間隔が広いので、ゆったりとした時間を過ごせます。どんなドリンクがあるのか確認しようとしていたら、なんと私の気持ちを揺さぶる素敵なドリンクが。その前に基本のドリンク紹介から、お茶にアールグレイティーやダージリンティーなど、コーヒーや珍しいワインパミスティーなどいろいろとありました。さらに岡山ならではのきびだんごが。ウェルカム用のお菓子なのも嬉しいですね。もちろん私が飲むのはこのウェルカムドリンクです。庭園に乾杯すればそれはもう極上の癒し。きびだんごも安定の美味しさで、お部屋に行く前から最高でした。美春閣さんのお土産どころは県下最大級の品揃えを誇るそうです。冷蔵ショーケースには各種ドリンクや嬉しいお酒類も充実。さすが最大級と言われるだけあって、ご当地の青果を中心にどれを買うか迷ってしまうぐらいの品揃えだと思いました。
ご当地の焼酎や日本酒が充実しているのも良きですね。チェックインが終わりましたので、まずは浴衣を選びます。種類も豊富なのと、帯も多彩な色から選べるのがいいですね。もちろん子供用の浴衣も取り揃えてありました。現在地は2階で、宿泊するお部屋は1階とのこと。こちらのエレベーターで1階に降ります。実は1階も取りたい施設がたくさんあったので、お部屋紹介はまだ先になりますが、ご了承ください。最初に目に入ったのは昭和レトロの素敵なポスター。その向かいにはアイスクリームをはじめ充実の自販機コーナーです。自販機の数が多いのと、ところどころに見られる昭和感がいいですね。全体的に見てみるとどれも違うメーカーなので種類豊富です。残念ながらこの日はお酒の自販機は休止中。でも牛乳まで販売されているのは嬉しいですね。どんどん進んでいくと、こちらは大人まで興奮する西日本最大級11メートル ×3 メートルの HO ゲージ専用鉄道ジオラマルームがありました。その隣はカラオケパーティーなどができるスナック。完全予約制ですが3300円で90分間も飲み放題で、カラオケも楽しめるそうです。その近くには昔の湯の郷温泉の写真展と資料館。たくさんの写真や資料が壁一面に展示されていました。白黒写真というのが味わいがあって素敵ですね。そして館内施設の中でも特に目立っているのが私一押しの B 級グルメも楽しめる麺どころ酒場桃太郎です。動画の時は花車という名前でしたが、旅館名と同じく2025年の8月1日に改名されたそうです。美味しそうなメニューの数々に一瞬で心を奪われました。中を覗いてみると楽しくお酒が飲めそうな雰囲気。初めて見るカラオケが楽しめるここからをはじめ、クレーンゲームなど子供心をくすぶるものがたくさんです。ガチャガチャまであるのは本当に楽しいですね。準備中にもかかわらず快く撮影に応じていただき、本当にありがとうございました。気を取り直してお部屋に向かいましょう。今回宿泊するお部屋は離れ観月亭にあります。ちょっと思い切って素敵なお部屋を予約したので、すごくワクワクしながら歩いています。その前に離れの庭園が素敵だったのでちょっと撮影します。ロビーラウンジに負けないぐらい素敵な庭園の景色が離れのエリアにも広がっていました。天気がいいこともあり、景色に癒されつつ奥まで歩いてみます。一番奥まで歩くと正面玄関につながっていました。寄り道をしちゃいましたが、いよいよお部屋へ向かいましょう。離れ観月亭の263号室に到着しました。それでは早速中へ入ってみましょう。
今回宿泊する263号室は露天風呂付きの離れ観月亭2階の空の音というお部屋になります。晴れた日の夜空で月を眺めながら露天でくつろぐ素敵なコンセプトのお部屋ですね。セミダブルのツインベッドはシモンズ製で心地よくて朝までぐっすり眠れました。ベッドの間にはティッシュや時計に小物入れなど USB は2箇所あってタイプ C まであるのは嬉しいですね。お部屋のテレビは中型サイズで Wi-Fi があるので YouTube なども視聴できたのがすごく良かったです。続いては入り口の方を見てみましょう。そこにはコーヒーマシンやミネラルウォーターに紅茶と煎茶のティーパック、客室電話がありました。奥にはポットにコップ類も用意されています。その下にあるのは小型の冷蔵庫。中を開けてみると嬉しいサービスに感激しました。なんとビールやチューハイ、ハイボールが無料で入っていて、ジャスミン茶や炭酸水といったドリンク類までサービスです。隣のドアを開けてみるとそこはトイレです。安心のウォシュレット付きで手すりがあるのも素敵ですね。お部屋に戻ってベッドの横には空気清浄機、広縁には一脚の椅子とテーブルがありました。そのテーブルの上にも畳みかけるように嬉しいサービスが、立春閣オリジナルの日本酒寒月が1本丸ごとサービスで大量のおつまみまでありました。ちなみにもっとお酒のあてが欲しい人向けに有料の追加注文で大人のおつまみがあります。また露天風呂の使い方マニュアルも置かれていました。面白いことに寒月を飲まずに露天風呂に入れて日本酒風呂として入浴するのもありと書かれています。その裏面には大浴場などの利用案内がありました。こちらのカゴの中を見てみると上段にはドライヤーにティッシュ、虫が集まりやすい露天風呂付き客室用にあると嬉しい殺虫剤。その隣のドアを開けてみるとこちらは脱衣所も兼ねた洗面所でした。歯磨き用のコップにコーセーのスキンケア用品が充実。なんとポーラの化粧水類まであるじゃないですか。ミニボトルのシャンプー類が可愛くて、もちろん歯ブラシもあります。あと少しでこのお部屋メインの場所です。その前に頭や体を洗うためのシャワーブースがありました。シャンプー類を使用するときはこちらを利用しましょう。さあ、待望の露天風呂とご対面です。そこには陶器で作られた緑色が映える浴槽がありました。一人で入るとゆったりできそうな広さなのがいいですね。またくつろぎ用に2脚の椅子もありました。外の景色はこんな感じで少し道路が見えているので気になる方は注意が必要です。では早速お湯張りをしてみましょう。使用マニュアル通りに左側の蛇口をひねるだけで簡単です。あとは右側の蛇口でお湯加減に注意しながら調節。やっぱりお湯が入ると雰囲気が出ますね。残念ながら沸かし湯ですが木々の景色も素敵で温泉とは違った気持ちよさがありました。お部屋からは見えないようにブラインドもバッチリです。冷蔵庫のお酒を含むドリンク類やコーヒーマシンといった離れ寒月亭の特別なサービスも素敵で露天風呂も私的には思う存分満喫できたと思います。
特別感を楽しみたい方にはぜひおすすめの露天風呂付き客室でした。ルームツアーの後は大浴場のご紹介です。1階の観月亭との分岐を右ですぐに大浴場の入り口です。こちらが入り口前の待合場所の様子です。李春閣さんは岡山県最大級のゆったりとした広さの大浴場だそうで、美肌で有名な湯の郷温泉なのですごく楽しみです。またおしゃれなウォーターサーバーも置かれていて、他にもワインパミスティーやほうじ茶が飲めるのは嬉しいですね。ちなみにワインパミスティーは私的には美味しかったです。大浴場には台形、小形があり、朝夕で男女入れ替えで、宿泊日の男湯は台形でした。そして隣が露天風呂の入り口で、こちらは男女の入れ替えはなく、足元に傘が置いてありました。約1200年前、傷を癒す白鷺の姿を見た円仁法師によって発見されたと言われる湯の郷温泉。無色透明の湯は美肌効果もあるとされ、別名美人の湯とも言われています。その泉質のおかげか、私もお肌がスベスベになった気がします。また寝転び湯など充実していて、岡山最大級というのも納得です。露天風呂は男女入れ替えはありませんが、温泉に浸かりながら四季折々の季節を感じることができるのがいいですね。朝夕と何度も入りましたが、本当に最高でした。本日の夕食は地と海の恵み懐石で、美味しそうなお料理ばかりのお品書きですね。今回はお部屋食プランだったので、食事会場へ行かなくてもスムーズな配膳で時間通りに運ばれてきました。花かごの中に盛り付けられた素敵なお料理には、前菜やお造りにカツオのたたき、黒毛和牛の炙りなどなど美味しそう。たくさんの種類にどれから食べるか迷います。その前にいつもの相棒を頼まないと。大谷さんがドジャースの監督に贈られたっていうウイスキーです。あ、そうなんですか。これトリプルカスクです。大谷選手も選ぶトリプルカスクは美味しかったです。岡山県ブランド牛なぎ和牛のだししゃぶは柔らかくて美味しく、自慢のかつおだしなので平麺タイプのうどんも最高。お作りは桃鯛やマダコにブリがあり、すごく新鮮で特製醤油とカルパッチョソースがいいお味でした。また高知県産米わらで焼き上げたカツオ龍馬たたきや国産黒毛和牛を低温真空調理で炙りにしたお肉は、どちらも食べやすくて素材のうまみが最高でした。これは羽釜で炊かれたご飯も進みますね。フリードリンクのビールもありがたくいただいちゃいます。お料理が多かったので一部しか紹介できず申し訳ありませんが、どれも美味しくてお腹いっぱいでもお箸が止まりませんでした。それにお肉類も魚類も充実してとても食べやすかったです。お酒に合うお料理が多かったのも最高でした。最後のデザートは冷蔵庫の中なので、スタッフさんを呼ばなくても食べられるのがいいですね。カタラーナやイチゴにスイカ、グレープフルーツゼリーと甘すぎずホッとするお味のデザートでした。最後まで素晴らしいお食事をごちそうさまでした。6月1日から7月31日までの限定だったのですが、大人の夏休みフェアというのが開催されていました。どうやら昼間のウェルカムドリンクのお酒もそのサービスの一つだったみたいです。
ということで夜の部の縁日も楽しむためティーラウンジへ行くと、そこには夜な夜な日本酒、懐かしの縁日駄菓子&ラムネバーが。ラムネがあるので小さなお子様も楽しめて、アラフォーの私の子供心をくすぐる懐かしの駄菓子たち、そして大人の楽しみもしっかりと叶えてくれる日本酒まで。こういうイベントってワクワクしますよね。ほっこりとする素晴らしい縁日でした。もう一つ最も気になっていた酒場にも行きました。種類豊富で美味しそうなメニューばかりですね。とりあえずのライムチューハイと美春閣特製味噌のたたききゅうり、お味噌ときゅうりがうますぎです。もう一品お酒の魚にサキイカ天ぷら、そしてご主人とこの YouTube チャンネルの話に。でとにかくなんかネタ欲しいからついつい旅行に来てしまうと。結構その旅館とかホテルっていうのが多いんですか？もう 100% ホテルです。旅行機そうです。お会計はチェックアウト時に一緒に支払うので手ぶらで来ても問題ありませんでした。ごちそうさまです。美味しいお料理にいろいろとお話できて楽しかったです。ありがとうございました。お料理やお酒をすごく楽しんだ昨晩、今朝もいい天気でおはようございます。お腹が空いたので早速朝食を食べに行きましょう。朝食会場は本館4階の花火師邸でビュッフェ形式でした。ウインナーやスクランブルエッグにナスのトマト煮、麻婆豆腐など朝から美味しそうです。こちらは美春閣さんの手作り豆腐、オクラとろろやほうれん草をおひたしに倉敷下津井のマダコを使った土佐酢あえ、オリジナルのスイートコーンドレッシングが美味しかった充実のサラダコーナー、そしてスイーツコーナーもたくさん種類がありました。ヒルゼンジャージー牛乳のフルーツ寒天やババロア、桃ゼリーや瀬戸内レモンケーキなど地元食材がふんだんに使われていますね。こちらは紅茶やお茶にコーヒーコーナー、なんとコーヒーマシンが3台です。そのまま進むとおかゆにカレー、お味噌汁やご飯がありました。さらに進んでいくとパンにドリンクコーナー、期間限定だそうですがジャージー牛乳が最高でした。朝から天ぷらのライブキッチンがあって驚きました。地元美作産の大葉としいたけと長ナスの3種類、注文するとその場で揚げてもらえるのが素敵ですね。あそこでおにぎりを握ってたら、おにぎりを食べてたら、料理長握ってくれますから。はいはい。じゃあちょっと。すみません、おにぎり。早速料理長さんのおにぎりコーナーへ。鮭と梅と。やってもらいました。具は鮭、鶏そぼろ、梅、ごま昆布の4種類で鮭と梅のふっくらなおにぎりが美味しそう。お待たせしました。ありがとうございます。よろしかったら海苔がそちらにございますのでね。海苔があるのも教えていただけました。そして卵かけご飯用に美作国産の森の卵。まず私が選んだお料理はこちらですが、おにぎりと卵かけご飯でご飯を取りすぎていました。でもちょっと鮮やかに盛り付けられたと自負しています。おにぎりもふっくらしていて最高です。最後に料理長さんからまだ日本でも数台しかないとお聞きしたと
ても珍しいパンケーキ焼き器を使ってみました。センサーに手をかざすとパンケーキを焼き始めます。焼かれ方が面白いですね。マーガリンに自家製の味噌ジャム、カラス山椒蜂蜜とどちらも珍しいです。パンケーキもふっくらであっという間に食べちゃいました。朝から美味しいご飯をごちそうさまでした。今回は湯の郷温泉にあるホテル湯の森美春閣をご紹介させていただきましたが、いかがだったでしょうか。動画の撮れ高が多すぎて編集に苦労したほど魅力的な旅館ですが、その中でも特にスタッフさんたちのおもてなしに感動しました。そんな美春閣さんの今回の宿泊料金は金曜日の一人旅で23,490円でした。ちなみに同条件で2名宿泊の場合、調べた時は1人当たり19,440円でした。離れ寒月亭の特別なサービスも込みで、このお値段はお得だと思いました。もし気になりましたらぜひ宿泊してみてください。この動画が皆様の旅館選びの参考になれば幸いです。当館オリジナルの幸せ桃飴でございます。ちょっと手がかったんですけど、ごめんなさい、一個いただいていいですか。はい、はい、すいません、ありがとうございます。